不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回のお話もある不動産業者の男性の方からいただいたお話ですが、これはその方がまだ不動産業に就く前に体験したことだそうです。その方を仮に中井さんとお呼びします。それは今から数十年前の日本がバブル景気で盛り上がっていた頃でした。当時中井さんは配管工及び水道工事業務員だったそうで、現場作業の仕事に就いていました。中井さんの勤める会社は東武東上線の沿線にありました。世の中はバブルで湧いている真っ最中でしたから、仕事はこなしきれないほどあり、若い中井さんでも疲労は半端なかったそうです。でも給料は低く、中井さん曰く元祖ブラック企業みたいな会社だったということでした。それでも好景気でしたから、当然人手不足で若い人の取り合いが激しく、そんなある日のことでした。中井さんは知り合いからヘッドハンティングの説明で接待を兼ねたお酒の席に呼び出されました。中井さんは少しでも好条件のところに移れたらなと思い、その誘いに乗って接待場所の居酒屋がある東武東上線の東武練馬駅に向かいました。中井さんは東武練馬駅の南口で降り、知り合いと合流してその南口にある居酒屋で会社の説明を聞いたそうです。話を終えた後、まだまだ時間は十分あったので、その知り合いが今度は北口にいい店あるからさ、そこで飲み直さないかとはしご酒を誘ってきました。中井さんも若かったのでそうしようということで、2人は駅の踏切を渡って反対側の北口に行くことにしました。そこで中井さんと知り合いの2人は駅の南側の遮断機が降りている踏切で東上線が通過するのを待っていました。さて、その遮断機の牙なのですが、ポールの真下に黒と黄色のストライプの縁石がありました。腰掛けるにはちょうど良いような縁石ですが、線路側に人や自転車が進入するのを防ぐように設置してありました。するとその縁石の上に一人の男の子が座っていたのです。中井さんはすぐ気がついて危ないなと思ったそうです。その男の子は半ズボンを履いた年の頃で小学校3、4年生ぐらいの子で、縁石に座りながら足をブラブラさせていました。中井さんはあんなところに座ってちゃいけないなと思いました。そこで男の子に近寄り、僕、電車が来たら危ないよ、と優しく声をかけました。そして夕方でしたので、君のパパとママはどこ？と聞きました。するとその男の子は、パパもママもいない、とポロッと答えたそうです。どうやら一人でここに来ているようでした。少し寂しそうに見えたのですが、どこにでもいるような普通の男の子で、おそらく近所の子だろうと中井さんは思いました。そこでやはりここに座りっぱなしは危ないので、とにかく危ないからこの縁石から降りようね、と男の子を促しました。その様子を見ていたはしご酒に誘った知り合いが中井さんに、お前誰と話してんだと言いました。それで中井さんは、いや、この男の子が縁石で一人で座ってると危ないんで、降りるように諭していたんですよ。と言ってその男の子の方を振り返りました。するとそこには男の子はすでにいなくなっていました。中井さんは、あれ？たった今話してたのに、パパもママもいないって言ってたが、あの子どこに行ったんだろう。と言うと知り合いが、他人の家族に干渉すると面倒になるからやめとけと言いました。でもそんな知り合いの言うことより、中井さんは男の子が突然消えてしまったことが気になりました。しばらくずっと不思議でならなかったそうです。間もなく遮断機が上がり、中井さんたち2人は反対側の北口に回って目的の飲み屋に行きました。
その後も知り合いはとにかく中井さんを自分の職場に引っ張りたいらしく、東武練馬駅と上板橋駅の間の飲み屋を何軒もはしごしたそうです。さすがに中井さんももう限界になり、ちょうど最後の飲み屋が駅の南側だったので、今夜はこの辺で帰らせてくださいと知り合いに言ってお開きにしました。当時中井さんは実家で暮らしていました。実家があるのは上板橋駅の北側で、そこからさほど遠くはなかったため、歩いて実家に帰ることにしました。しばらく線路を挟んだ南側を歩いていましたが、実家は北側なので、東武練馬と上板橋の中間あたりにある踏切を渡ることにしました。そして遮断機がちょうど開いていたので、中井さんがそのまま踏切に接近していくと、踏切入り口に子供がいるのに気がつきました。おやと思い近づいてよく見ると、それはさっき夕方に東武練馬駅南側の踏切で見た同じ男の子でした。縁石には座っていませんでしたが、紛れもなくあの男の子だったそうです。その時中井さんは気持ちよく酔いも回っていたせいもあり、男の子に話しかけました。ああ、さっきの子だね。また会ったね。そう言うと中井さんはついつい口が軽くなり、ねえ僕なんで踏切で遊んでるの？危ないからお家に帰りなよ。そう言いました。中井さんは酔ってはいましたが、本心で少し心配に思いました。するとその男の子はニコニコっと嬉しそうに笑いながら、ありがとうとだけ答えたそうです。そこで中井さんはさっきの知り合いの言うことを思い出し、あまり余計な干渉はしないことにして、北側に向かって踏切を渡っていきました。そして渡り終えて実家のある方向に歩いていた時、中井さんは突然ハッとして、待てよ、今何時なんだと気がついたそうです。夜もかなり遅く、この時間はすでに東上線の運行は終わっていたのです。そんな時間帯にあの男の子は踏切で何をしていたのか。両親はいないと言っていたが、まさか家出少年と思ったそうです。しばらく何か腑に落ちないおかしなものを感じていました。男の子のことを疑問に思いながらも、中井さんは急にトイレに行きたくなりました。お酒を飲むとよくある急に行きたくなるという感じで、やばい、これは急がないと限界だと思いました。いそいそと早歩きで行くと、やっと実家の前に着きました。ああ、着いたと思うと同時に、中井さんは自分の心臓が飛び出すほど驚いたそうです。実家の入り口にさっきの踏切の男の子が立っていたのです。たった今南側で見た男の子に間違いありませんでした。その子を見た瞬間、ああ、この子は生きている人間ではないと分かったそうです。中井さんは恐怖で思わず目を閉じてしまい、悲鳴を上げると同時に失禁してしまいました。そして少ししてからそっと目を開けると、そこには誰もいませんでした。中井さんは男の子が消えたことに胸をなで下ろし、急いで家の中に飛び込みました。さて、その後のことです。中井さんは実家暮らしでしたから、この出来事を同居している祖父にすぐ話したそうです。すると祖父は急いで実家と付き合いのあるお寺の住職を呼んでくれました。そして中井さんはその住職に男の子の話をしたところ、住職が教えてくれました。この近くで以前に東武東上線の鉄道事故で亡くなった男の子がいたそうです。おそらくその男の子の霊だということでした。そして君が優しく心配するからついてきてしまったのだろうね。悪意は感じられないので心配しなくて大丈夫ですよ。そう言ってくれました。
言われてみれば家の前で見た時の男の子は中井さんに微笑んでいました。中井さんは心の底からほっとしましたが、最初の時点で見えてしまった時に霊だと気がついていればと思ったそうです。この体験は平成2、3年ぐらいのことだそうで、男の子の鉄道事故はそれより前に起きたことだと推測できますが、ネット検索では残念ながらそこまで過去の、それも個別の小さな事故の記事にはたどり着けませんでした。もはや記録にも残らない事故の犠牲者が今もなおこの世をさまよい続けているということなのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。